こにドアつけます。どうやるかまだ考えながらやるって感じ。こういう柱を立ててここにフレーム作ってドアにする。でもちょっと雨だとやっぱ作業しづらいから保留。こっちこの軽トラをですねちゃんと入れられるようにしたいんで、やっぱあんまり効いてなさそうなんで切っちゃおうかなと。でこっちこれ何にもこれ蹴ったら取れたっすよ。何も効いてないですよねこれね。これ確実に切っても大丈夫だから、この辺から切る。ただこれちょっと怖い縁がこいつで、これね一応ここで支えてるからこれ切ったらこれ切っていきなり崩れないでしょ。だからこいつはこの辺から切っちゃおうかなと思う次第でございます。だから切ります。崩れないでくれ。始まりました。本日の作業はパイプカット。このパイプカッターを使ってパイプを切る。だがこいつを切って大丈夫なのかと、ハンマーを使わないと取れないぐらいかかっている。怖い怖い怖い。ビビりまくる原田をご覧ください。怖いです。怖いです。超ビビってる。ビビるでしょ。素人だもん。どうなるって思うじゃん、これじゃなくなったら。怖い。逃げる準備。怖かった。原田がどんだけビビるか分かった。このドキドキで10分くらいうろうろしてたから怖いね。きっちったっす。これね聞いてないと思ったら意外と聞いてたっていう、そのビビり。その証拠にこっちさっきプラプラだったのにやっぱ屋根がちょっと下がって今効いてんだよね。やめて、怖いんですけど本当に。これ素人がやっちゃダメだよねこういうこと。でもこれあんま聞いてないよね。なんかちょっと聞いてる。これも切るの怖えじゃん。もうこれ切るの怖。今度もうやだ、怖いの。もう怖いからちょっとあっち補強しようかな。これねこういうところビビり散らしてるからね、それで安心感を絶対崩れませんよっていう。やだすぎる。よし、おっす。散々ビビり散らしてた原田ですが、ここにですね、ほら一本かませましたよ。これここ123箇所止まって地面についてるから、これがあることによってあいつがなくなっても大丈夫です、おそらく。なんでこいつを切る。もうさっきみたいにビビらないですからね。原田も相当ビビりってことがもうバレちゃったけど、はい、切ります。もう一本のパイプもカットしていきます。これもね補強をしたとはいえまだ怖いよね。どうなるか分かんないですが怖いっすよ。中が広くなったので今度は入り口、ここも広くしないと。ここは怖いことがないのでただカットする、それだけっすね。おっす、めっちゃ広くなった。これ余裕で入るっしょ。軽トラ入れたいよね。
激雨だけど、入れようか。ちょっと入れてみようか。あ、めんどくせえ。ゴミ箱とかずらさなきゃなんだ。やめようか。やめた。やめます。すげえ。広くなった、めちゃめちゃ。でも、ここどうすんだろうね、この変な。こう開いてるって。こう流し込むのかこうやって。なんか置くのかちょっとわかんないけど。あとは、ドアつけて、こう入れるようにしたら、ほぼほぼ、やりたかったことは、完了。てか、ニタ君迎え行かなきゃだ。そんじゃあ、今日はこの辺で。ザス。Hello the house. 広くなった小屋の入り口。ちょっとね、じいちゃんがペタペタ貼っつけたベニヤとか、これも張り替えたいんで、全部取っ払います、一回。悪いね、じいちゃん。せっかく作ったんにね。こんな孫が勝手なことやって。でも、そういうもんですから。時代の流れってやつですよ。改善できるところはどんどんしていかないとね。ういっす。ここ外したんですけど、今。このね、場所がちょっとよくわからない。ずれてんすよね。ここと合わせてビーってやりたいんだけど、柱を。変なズレが、これなんでこうなってるのか、ちょっと理由が、このままこう、やったら都合が悪かったのかな。これちょっとめんどくさいぞ。ここ取んない、一回取るしかないよな。だな。じいちゃん。なぜこうなったのかと聞きたい。生きてたら。とりあえず取ろうかな。それから始まる。なぜこうなったのか。まあなんか理由があったんでしょうね。じゃなきゃわざわざこんなことしないもんね。直します。ちょうどいい長さにカットした木材をまっすぐ取り付け直す。そしてこの日の映像、これだけですね。なぜそうなったのか。まあなんか理由があったんでしょうね。Hello the house. おいっす。庭プロジェクトなんつってね、山口来たばっかの時に始めたんですけど保留にしてたらジャングルになっちゃったよ。石垣を作るなんつってね、途中までちょっとやったんですよ。でもね、結構大変。石重ねんの保留っすでもやるからいるうちにね。でね、ほらつなぎね、ついにケツにこんなに穴がいっぱい開いてしまったんで、もうダメです。これは後藤さん。誰だ後藤さんって。もうね、これね、群馬住んでた時からあったから。後藤さんのつなぎねさよならだ。でね、ほら見て、裏知らぬ間にね、巻き棚作ったん。これも廃材で。でもね、巻きがね、意味ね。そしてこんなところに置いてしまったら、風呂用に薪をここに重ねても運ぶんがめんどくさいよな。だからね、これ意味ないの作ったかも。僕がここにいたら使うかもしんないけど、親父がここに一人住んでたらね、使わないからね。そんな薪、こんな棚もねいらなかったんだよ。余計な時間を使ってしまった。これだって3日間くらいかかったですからね。試し置きこうなるみたいなで、こう細いやつ落ちちゃうからね。まあいいんですけど、はい、巻き棚です。かわいいね。全部廃材、ただです。もう一個これね、廃材を使って椅子を作りましたこれ枠だけあったんで、これ貼っつけた。ダセーダッサイっすね。はい、風で揺れる後藤はい、僕は違う作業に参ります小屋っす。やっぱり小屋ですね。こいつを仕留めないと
もうちょっとなんだけども、そのもうちょっとの段階がちょっとめんどくさいんですよ。フレーム組み直して、もうね、ドアの付け方はなんとなくイメージができたんで、でもこっちよりも先にですね、この狭い方、こうはフレームをなんとなく置いてみたんですけど、この狭い空間にドアをこれだけ防腐剤ちょっと塗って、あとこいつを固定して、でこいつをクイーンってこの辺までつけて、ドアつけて簡単に作ろうかなと。それでは参ります。ハルドハウス。ようやくやりたかったメインの作業が始まりました。そもそも今回これをやろうとして随分脱線してしまったんでね、ここからはスパパパンとドアの取り付けをしていきたいと思います。どうなることやら。あ、気づきました？つなぎ。これね、茶色ですよ。赤も悪くないんですけど、あれそもそもサイズがね、ちっちゃい。間違ったサイズだから作業がしづらいんですよ。そしてこういう地味な色がいい、やっぱね、目立たない感じがいいわ。ちょうど後藤さんもぶっ壊れちゃったんで、買い直したっていう流れですね。いや、ドアなんですけど、これね、元あった蝶つがいもうダメだ。でもこんな蝶つがいはないんですよ。で、これつくかなと思って違うやつ、でかすぎね。で、もう一個あったん。でもね、ほら、このね、ちっちゃすぎこれ耐えられる？これで。こんなんで。くっつけてみようかな。ここに。はい。ちっちゃい蝶つがいをつけたんですけど、これさ、ここにこう要はつければ、引いて開けられるようになるってことでね。そもそもめちゃめちゃ曲がっててつかねえし。これ、しくったっす。もう、やだ。まあいいや、とりあえずこいつを外して、まずドアをひっつけて、その枠ごとここにはめるっていう強行手段に出ようかな。それが失敗しないよね。そうします。ドアの取り付け、全部間違ってます。普通はね、まっすぐのフレームにドアをただ蝶つがいで止めればそれで済むんですけど、それがうまくできないので、こんなふざけたやり方にフレームごとドアを取り付けます。これでちょうどよく開く位置に合わせて固定すれば完成になるのかな。完成にはならないか。とりあえずふざけたやり方ですよね。良い子は真似しないでくださいのいい例。こうやって取り付けるとこうなっちゃうよのやつだからね。そこを楽しんでください。はい、途中からもうイライラしてちゃんとやる気なくなっちゃったんですけど、ドアがつきました。ね、隙間を変なので埋めてます。枠ね、ずれてる。これ隙間はもうね、しょうがねえっすよ。それでここはぴったりなんだもん。曲がってんだよ。こっちもそして蝶つがいがね、弱すぎる。これね、やっぱね、グラグラしてるもん。これはダメです。そのうちぶっ壊れです。もう曲がってっかんね。この固定のされ方がやべえでしょ。超適当に止めました。こっちもね、これこっからちょっと強化して見た目を良くする。今のままじゃもう完全に開いちゃうんで、ただただ風でなんかで押さえとかなきゃ。はい、もうね、時間っす。子供を迎え行く。終了。今日全然進まなかった。何これ。 Hello the house. おはようございます。これドアつけたんで、このドアとこの壁の隙間を埋めるね、それです。ほい、また新たな作業が始まりました。あれ、ちょっと進んでないって思った？そう、ちょっと進んじゃいましたね。知らぬ間に。小さすぎた蝶つがいはちょうどいいサイズのものに交換し、
この波板を張るための枠取り付けちゃいました。なぜ撮影しなかったのかは聞かないでください。一つ理由を言うとすれば、原田の機嫌がもう悪すぎたということですね。イライラしてるときは撮影しないんでね。要するに相当手こずってここまでたどり着いたということです。この角っこ止めました。ついに、だいぶ適当ですけどね、よくわかんないから、この辺は。こいつはそのままだし。で、止まったよ。これでこの角、OK。で、ドアこれ、ここに隙間が空きすぎて、ここに穴開けても引っかからないんだよね。これ何？こいつをずらすのか。今更もうめんどくさすぎるんだけど。どうしようか。っていう、悩んでます。いよいよ作業終盤。しばらく悩んで思いついた方法はこれ。いや、これとか言われてもちょっとわかんないですよね。今取り付けてんのは飾りみたいなもんですね。これを取り付けることによって見た目も少し良くなり、なんとドアも閉まるようになるんです。もう魔法です。魔法使いだったんです、僕は。おっす、できました。ふざけたドア。何の意味があるんでしょう、この枠は。何の意味もないです。で、まずここはこいつが隠れるためにやったのに、ちょっと見えてるし、こっちはもっとひどい。この幅が短くて、隙間空いちゃったっすね。ここ被せるつもりだったね、これぐらい。何これ。間が空いちゃった。ここから雨入ると。で、これはもう意味はないです。で、これね、隙間が空きすぎてるんで、あえてこの枠をちょっとこっちよりも出してですね、こう引っかかるようにしたっていう。はいこれ。でもドア閉まるんだこれで一応。ここのドアも木なんで朽ち果てるっすよね、雨で。そのうち。よくわかんないな。いいですよ。超ダセーのができた。はい。よし、こっち面。あとこれだとここまで伸ばしゃよかったよね、どうせならね、これね。いやがね、この木が残っちゃった。はい。こっち面、とりあえず完了。反対側に行きます。